ブリティッシュハードロック界の重鎮、ディープパープル来日公演が2023年3月に開催されました。どこの会場も盛況となり、特にスティーブ・モーズの脱退を受けて急遽加入したアイルランド人ギタリスト、サイモン・マクブライドが往年の名曲のギターソロをほぼ完璧に表現していたことでも話題になりました。その往年の名曲の全てに関わったギタリストこそリッチー・ブラックモアです。そして今年はそのリッチーが再結成したディープパープルを脱退して30年が経ちます。実は彼の世界的なブレイクは日本と大きな関わりがあるのです。そして彼は日本のファンは世界一だと発言したこともあります。しかし彼は2004年のブラックモアズナイトの公演以来来日するには至っていません。この動画シリーズでは彼のあまりにも多いエピソードのほんの一部を紹介するとともに、パープルの一員としてデビューした60年代後半から現在に至るまでの彼の音楽と日本との関わりについて見ていきます。リッチーは1960年にジョー・ミークの音楽プロダクションでセッションプレイヤーとして働き始め、いくつかのバンドで演奏しました。彼は当初インストゥルメンタルバンドのアウトローズのメンバーであり、スタジオレコーディングとライブコンサートの両方で演奏しました。また主にスタジオ録音で歌手のグレンダ・コリンズ、ドイツ生まれのポップ歌手ハインツなどのバックを務めました。その後主にライブコンサートでホラーをテーマにした歌手のスクリーミング・ロード・サッチやビート歌手のニール・クリスチャンなどのバックを務めました。その後リッチーはハンブルク在住中にクリス・カーティスから招待を受け、カーティスの友人であるジョン・ロードに出迎えられた後、1967年後半にラウンドアバウトと呼ばれるバンドに加入しました。カーティスはバンドのコンセプトを発案しましたが、バンドが完全に結成される前に脱退を余儀なくされることになります。1968年4月にラウンドアバウトのラインナップが揃った後、リッチーがディープパープルという新しい名前を提案したとされています。ディープパープルの初期のサウンドはサイケデリックロックやプログレッシブロックに傾いていましたが、1960年代のポップソングのカバーバージョンも含まれていました。ボーカルのロッド・エヴァンスとベーシストのニック・シンパーをフィーチャーしたこの第1期ラインナップは1969年半ばまで続き、3枚のスタジオアルバムを制作しました。この時期オルガニストのジョン・ロードがバンドのイニシアチブを握り、オリジナル曲の多くを書いています。1970年リリースのスタジオアルバム「インロック」はバンドのサウンドがプログレッシブロックからハードロックへの移行を告げるものでした。キーボードのジョン・ロード、ギターのリッチー・ブラックモア、ドラムスのイアン・ペイス、ボーカルのイアン・ディラン、ベースのロジャー・ブローバーというラインナップで黄金期を作ります。日本人がリッチーを知るきっかけはおおむねこの第2期からということになります。1972年8月、ディープパープルは初来日を果たします。シングル「ブラックナイト」が名古屋からヒットしたと言われています。しかしリッチーはこの来日の前にちょっとした脱退未遂事件を起こしています。シン・リジーのベーシストでありボーカルであるフィル・ライノットの声を気に入り、イアン・ペイスを誘ってベビーフェイスなるバンドを結成しようとしていたのです。しかし結果としてリッチーとイアンがフィル・リノットのベースの力量を良しとせず、根底からこの計画はなくなったとされています。これは一例で、この時期このようにバンドの中は大変冷めた状態であったと後に大勢のメンバーが証言しています。この初来日公演の演奏はライブインジャパンと題されリリースされています。そしてこのライブインジャパンがリッチーにとってもディープパープルにとっても日本においてロックという音楽を押し上げる大きなきっかけとなるのです。ライブインジャパンは言わずと知れたロック界の大名盤です。またここから後に続くライブアルバムのタイトル「ライブイン〇〇の流れを作ったオリジナルとしても有名です。日本でレコーディングしたライブアルバムがブレイクのきっかけになるという験担ぎを作り出したことはもちろんですが、欧米のアーティストにとっては地の果てともいえる日本でライブができるということに一種のステータスを感じていたと言われています。当時のロックバンドのライブ版を聴き比べた皆さんならこのアルバムがいかに良い音かがわかるはずです。臨場感たっぷりの音はまさにそこにいるような錯覚を覚えます。しかし先に申し上げたように
バンド自体はアルバム制作とライブに忙殺され、健康状態と精神状態は最悪だったといいます。しかし逆に張り詰めたバンド内の雰囲気は鬼気迫る演奏に変換され、日本の観衆を圧倒したのです。音楽評論家の伊藤清則さんはこの頃のご自身について、大学1年生の時、1972年8月17日に日本武道館で見たディープパープルの初来日ライブではロックの狂気のようなものを感じた。あの頃のライブの乗り方って今と違って控えめで、せいぜい席を立つくらいなんだ。ところがアンコールになると席を切ったように観客がアリーナに殺到。まるで熱病にでもかかったかのようにみんな浮かれていて危ないと思ったくらい。そしてロックファンでよかった、お前たちディープパープルが来るのを待ち望んでいたんだと心の底から叫んでいるかのようだった。このただ単に暴れに行くのとは違うこの感覚、最近のロックではなかなか味わえないな。アンコールでもみくちゃにされた僕は演奏が終わった時には着ていた服がなかったからねと語っています。1972年8月15日と16日、大阪フェスティバルホール。17日には日本武道館でコンサートが行われました。この模様は12月にライブインジャパンというタイトルで発売され、ライブレパートリーからスモークオンザウォーターがシングルカットされたのです。このシングルはアメリカでメガヒットし、ディープパープルの名前を一気にスターダムに押し上げ、先にリリースしていたマシンヘッドも再びランクインするなど、長期にわたって彼らの名を世界の音楽シーンに留めるきっかけになったのです。しかし日本のレコード会社からリクエストのあったこのライブ録音は当初バンド側はあまり乗り気でなかったといいます。そして以下の条件をつけました。その条件とは、日本のみの発売に限る。録音機材は日本側が提供する。演奏の状態が悪ければ発売しない。決定権はバンド側にある。録音はバンド側のスタッフが行う。バンド側がテープを持ち帰りミックスダウンするという内容でした。録音エンジニアにはインロック以来全てのパープル作品でエンジニアを担当していたマーティン・バーチをイギリスより連れてきました。このマーティン・バーチ、この後もパープルが解散する1976年までエンジニアを務めるだけでなく、後の名作バーンからカムテイスト・ザ・バンドまでプロデューサーも兼任し、文字通りパープルサウンドを形作った重要人物です。このライブインジャパンのレコーディングのきっかけを作ったのが日本人であると同時に、この優れた音質を担保できたのも日本側の施設設備の優秀さに理由があるのです。そして当然ながら日本人の音響技術者の活躍も見逃すことはできません。シングルカットされたアンコールのブラックナイトの暴れっぷりは、ロックバンドとはこういうものだと見せつけてくれます。1993年にはライブインジャパン完全版と銘打った3枚組 CD が発売されました。アルバムに収録されなかった他の演奏は一体どうだったのだろう。さらに凄まじい演奏があったに違いないと期待を膨らませて聞いてみたら、あれと思った方も多くいたと思います。なんだか音も良くないし演奏も荒い、なぜというわけでオリジナル版と聴き比べてみると、もちろんこちらは素晴らしい。実はオリジナル版収録曲のほとんどは大阪フェスティバルホールでの録音なのです。大阪フェスティバルホールはサンタナのロータスの伝説などライブ名盤を生んだ場所なのです。そしてこのホールは当時レコーディングコンソールの部屋が別に用意された唯一の会場だったのです。したがって追加トラックが収録された日本武道館のミキシング環境とは一線を画するものだったといいます。そういった環境で録音された内容だけにアーティスト側も納得の作品が出来上がったということになります。結局ライブインジャパンのサウンドが特別なのはリッチーのサウンドが素晴らしかっただけでなく、時期的にメンバー全員が油が乗り切っている頃で、レパートリーも十分練り上げられ熟練されているため、スタジオ版とは比較にならない圧倒的な迫力と熱気を聴衆に届けられたことが伝説になった真の理由なのです。まさに一期一会のサウンドだったのだと思います。伊藤さんはこういう日本のロックシーンの原風景を見てしまうと、そこに戻りたいという思いが強くなる。これは解雇趣味ではなくて、失ったものの大きさに寂しさを感じるからなんだ。1960年代、70年代は日本の洋楽文化の黄金期で、この時代にレコード会社にいた人たちは
もうほとんど引退しているけど、いい時代に仕事ができた。ってみんな口を揃える。そして、最近の音楽シーンはどこか漂流しているような印象を受けると、警鐘を鳴らしている。一体、どこへ向かおうとしているのか、よくわからないんだ。この超不安定な第2期は1973年半ばまで続き、スタジオアルバム4枚、うち2枚は全英1位とライブダブルアルバム1枚を制作しました。この期間バンドの曲は主にジャムセッションから生まれたため、作詞作曲のクレジットは5人のメンバーによって共有されました。リッチーは後に曲の構成など気にしていなかった。ただできるだけ多くのノイズを出し、できるだけ早く、そして大音量で演奏したかっただけだと述べました。ギタリストのスティーブ・バイは曲のアイデアを開発する上でのリッチーの役割について、彼は他の誰とも違ってブルースをロック演奏に持ち込むことができたと称賛しました。その1973年の第2期ディープパープル終演の地が日本だったのです。しかも6月25日の日本武道館公演では演奏終了後に観客が暴れ出し、暴動の夜として知られることとなったのです。しかしインタビュー嫌いで知られるリッチーがなぜか日本人のインタビューに応じたのです。なぜアンコールに答えなかったのかという問いに対し、リッチーは不思議なんです。僕たちはお客が乗っていないと思い、アンコールナンバーはやめたんです。アンコールというのは客が乗って初めてやるものでしょう。それなのにやらないと言って騒ぐ。理解できませんと答えています。また日本のオーディエンスについては、日本の観客はイギリスに似ていますね。反応がわからないんです。面白いのか面白くないのかちっとも意思表示してくれないんで、僕たちも乗らなくなるんですよ。1973年時点ではこのように不名誉な記憶とともに日本を去ったリッチーでした。しかしこの後、この日本という国とリッチー・ブラックモアとの関係は1976年を皮切りに大きく進展していくことになります。リッチーにとって日本はどのような存在になっていくのか、次回をお楽しみにしてください。これでこのお話を終わります。この動画がなかなか良いと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。